みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今回ずんだもんが紹介するのは、カリブ海の宝石、キューバなのだ。実はね、みんながよく知ってるあのコカ・コーラ、キューバでは公式に売られていないって知ってたのだ。世界中で公式に買えないのは、キューバと北朝鮮だけらしいのだ。びっくりなのだ。今日はそんなキューバの最新ニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。革命国家警察レオン・エル・レサ・ロドリゲス対殺害容疑者を逮捕という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。キューバで国家革命警察のレオン・レサ・ロドリゲス隊を殺害した犯人がついに捕まったのだ。内務省が頑張って捜査を進めた結果、この土曜日の午後4時45分にレメディオス市で犯人が逮捕されたのだ。メサ隊員はカイバリエン市の部門長だったのだ。逮捕された時、犯人の手元からは亡くなった隊員の拳銃と事件で使われた刃物が見つかったそうなのだ。犯人はこれから革命司法の厳しい決まりに従ってしっかり裁判にかけられることになるのだ。これで正義が守られるといいのだ。今日のニュースも面白かったって思ってくれたら高評価とチャンネル登録ぜひお願いするのだ。それじゃあ今日も一緒にキューバのニュースを深く掘り下げていくのだ。レッツゴーなのだ。カリブ海に浮かぶ情熱と歴史の島国キューバを紹介するのだ。アメリカの南に位置し活気あふれる首都ハバナが有名だね。1959年の革命以降、社会主義国家として独自の道を歩んできたのだ。人口はおよそ1100万人で、豊かな自然と歴史が息づく場所なんだ。主要産業は、美しいビーチを要する観光業、世界的に有名な葉巻や砂糖、そして医療分野も注目されているのだ。音楽やダンスが日々の生活に溶け込み、サルサやソンといった情熱的なリズムが街中を彩る陽気な文化が特徴なんだ。カラフルなクラシックカーが走る街並みもキューバならではの魅力なのだ。最近では経済の多角化やインターネット環境の改善にも力を入れていて、これからの変化が楽しみな国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ディアス・カネル氏、電力部門の労働者たちに懸命によく働いているという記事なのだ。キューバのディアス・カネル大統領は国内の電力部門を視察し、労働者たちを激励したのだ。大統領は電力系統の回復戦略を現場で直接確認し、皆は懸命に、そしてうまくやっているのだと評価したのだ。マリエル火力発電所ではユニット5が間もなく65メガワットで稼働する予定で、国内産業、特に軍事部門との連携で部品を生産し、輸入を減らして資源を節約しているのだ。大統領は、労働者たちが食事、医療、休暇、そして増額された2万2000ペソ以上の給与といった配慮を受けていることも確認したのだ。電力供給の困難な状況にもかかわらず、労働者たちが迅速に対応していることを称賛したのだ。大統領は、太陽光発電所の建設を進めたり、火力発電所や分散型発電の能力を回復させたりする戦略を強調したのだ。今は予期せぬ停止や燃料不足で厳しい状況だけど、これらの取り組みで電力供給は安定するはずなのだ。サンタクルス火力発電所では、ユニット2が大規模メンテナンス中で、10月30日には85メガワットで稼働する予定なのだ。労働者の定着のため、平均2万1000ペソを超える給与や食料、通勤支援なども行われているのだ。大統領は、労働者の努力と知識を信じ、皆でこの困難を乗り越えられると強く語ったのだ。二つ目のニュースなのだ。キューバ科学、宇宙に輝くという記事なのだ。1980年9月18日、キューバの空軍パイロット、アルナルド・タマヨ・メンデス中佐がラテンアメリカ人として初めて宇宙へ旅立った歴史的な日なのだ。
ソ連のユーリ・ロマネンコ宇宙飛行士と共にソユーズ38号に登場したのだ。これはソ連のインターコスモス計画の一環で、平和利用を目的とした宇宙協力だったのだ。彼らのミッションは、サリュート6号宇宙ステーションとドッキングし、キューバの研究者が設計した20以上の科学実験を行うことだったのだ。7日20時間の滞在中、地球を128周したのだ。実験では、無重力下での初等の結晶化を調べる、アスカールや脳の反応を記録する、コルテックスなど、宇宙医学や天然資源探査に関する多岐にわたる研究が行われたのだ。特に注目されたのは、無重力の影響を和らげ、非常期間後の体の回復を助ける、ソポルテという特殊な靴の開発なのだ。その効果は絶大で、ソ連の将来の宇宙飛行でも採用されるほどだったのだ。この偉業は、約200人のキューバ人研究者と技術者が参加し、多くの実験機器も自国で設計、製造されたものなのだ。まさに、キューバの科学が宇宙という壮大な舞台で輝きを放った瞬間だったのだ。すごかったのだ。3つ目のニュースなのだ。革命国家警察レオン・エル・メサ・ロドリゲス隊員殺害容疑者を逮捕という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。キューバで国家革命警察のレオン・メサ・ロドリゲス隊員を殺害した犯人がついに捕まったのだ。内務省が頑張って捜査を進めた結果、この土曜日の午後4時45分に、レメディオス市で犯人が逮捕されたのだ。メサ隊員は、カイバリエン市の部門長だったのだ。逮捕された時、犯人の手元からは、亡くなった隊員の拳銃と、事件で使われた刃物が見つかったそうなのだ。犯人はこれから、革命司法の厳しい決まりに従って、しっかり裁判にかけられることになるのだ。これで正義が守られるといいのだ。電力問題など大変なこともあるけど、労働者の努力や大統領の激励で乗り越えようとしているのだ。かつて宇宙での偉業を成し遂げたように、キューバにはすごいポテンシャルがあるのだ。犯人逮捕で正義も守られ、情熱と歴史あるこの国の未来がますます楽しみなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。